前菜でございます。はい、緑色の器から、松茸寿司、そしてこちらお隣が、甘エビの丼あえでございます。そして黄色い器が松茸のおひたしですね。で白い器の方が、手前の方からゆり根、そして石川ホイモでシャインマスカットに枝豆が、紫頭巾といいまして紫色のお豆になっております。そしてイチョウの形のさつまいもなんですが、こちらはマルジュといいまして九州のさつまいもでございます。ではのび蒸しでございますので、中にはハモと地鶏、松茸、みんな入ってございます。はい、お好みですだちをお絞りください。こちら作りでございます。本日は大トロ、そしてヒラメ、車エビご用意させていただきました。こちらよろしければ大トロと車エビの方はこちらの土佐醤油をつけてお召し上がりくださいませ。ヒラメなんですが土佐醤油をつけていただいてもいいんですが、もしよろしければこちら本日オリーブオイルとフランス産のお塩をご用意してますので、お好みですだちを絞ってお召し上がりくださいませ。お味もかなり甘みとかも変わってくるので、放送風の季節光ります。じゃあお次しますか。はい、お願いします。ありがとうございます。よもぎ風ございます。で、銀杏は揚げ銀杏でございます。で、下にお出汁張ってございますので、よろしければ上のおネギをお出汁に浸していただいて、ご一緒にお召し上がりいただければと思います。藍魚で羽二重蒸しお持ちいたしました。羽二重蒸しは茶碗蒸しなんですが、干し器とさらし二重にして、こしてますので、より滑らかな舌触りをお楽しみいただけるかと思います。中には本日、丸の馬に丸がすっぽんでございますね。こちらとお餅が入ってございます。とろろそばお持ちいたしました。で、黄色いのが生からしみでございます。はい、そうなんです。で、わさびも入ってますので、ちょっと混ぜながらお召し上がりくださいませ。白いのがとろろでございます。はい。ちょっとこれから火つけますので、湯気が立ってきたら松茸の方から入れていただいて、はい、和牛は近江牛ご用意させていただいております。はい、町が成田の隣にあるんですけど、はい、そちらで有名なブランド米、千葉で有名なブランド米コシヒカリとなっています。こちら煎茶でございます。
ちらの笹カレーの方と明太子、明太子笹かまをお捧げで、はい、美肌効果のあるお湯でお作りしました。お薬味使っていただいてお召し上がりください。よろしければ最後にお湯も少し入れて召し上がっていただいて。リンゴの赤ワイン煮とブルーベリーを使いましたゆたヨーグルトでございます。一本のようにに上がりますが、これはこれからご案内する途中、また経営の中にございますので、皆さんもぜひ見つけていただきながら、ご利益がございますようにご案内いたします。幕府を訪れた皆様の出世が続いてきますよという願いが込められております。これが新勝寺と実はお揃いでございます。新勝寺の寺門でございます。寺の文字と書いて寺門と言います。こちらの国旗、どこの国の国旗でしょうか。パリオリンピックなどでね、ご覧になる機会も多かったと思うのですが、仏教のルーツのインドでございます。不動明王は怖い顔をして仏教を脅かす者を近づけ止めるということで意味が近しいということで、この法輪が不動明王の文様に取り入れられました。
手に貯めていただいて気持ちを埋めます。最後に次の方のために清めて終了でございます。煙をしていただいて、精神を清めたいと思います。お線香左右にございますので、かざしていただいて。というところで収めました。ところが仏教を深く信仰するインドのアショーカ王がそれを掘り出しまして、こそ書いておりまして、本名を取り戻したのがこのお堂でございます。